こんにちは、代々木公園店のトミーです。じゃあ今日もフリッカー使ってバイクチェックしていきたいと思います。で、今日バイクチェックしていくのは、ドドン、こちら。先日デビューしたばっかりのマッシュの AC4 です。これ、あれですね、お客様に組ませてもらったやつじゃなくて、デモのバイクで僕が組んだものになってます。で、ちょっと最近僕やりがちなんですけど、すごい気に入っちゃったフレームは自分のパーツ使いがちっていうね。いっぱいちょっとね、今自転車がものすごい量持ってるんですけど、飽和状態なんで、かっこよく組みたいなっていう、その自分の気持ちもありつつ、マッシュのマイクが出してくれるいつものこのお題への最大のアンサーというか、で、僕のパーツを使いながら組んでる感じです。で、今回はこのカラーチョイスしました。アルネルソンさんっていうね、デザイナーさんのアートワークが落とし込まれてるんですけど、彼は結構大きいクライアントさんとも一緒にお仕事やってるような方で、Google とか YouTube とか、なんかそういった本当に一流の企業ともお仕事しつつ、でもローカルに根付いたこうやってね、マッシュとのお仕事もしたりとか、あとはサンフランシスコのバイクショップのボックスドッグバイシクルとも一緒にグッズ作ったりとかもしてるような、結構バイクカルチャーには欠かせない人物であったりします。その彼のアートワークが落とし込まれているこちら、かっこいいですね、今回も。で、同じアートで3色出てるんですけど、今まで出てきたマッシュのフレームの中でなんか一番元気だなと思ったこのオレンジグリーンイエローのカラーで組んでみました。こんな感じでフォークからフレームの方にかけてこうね、アートが入ってて、意外とリアバックはシンプルにグリーンの感じになってます。このモデルの名前なんですけど、 AC って何なんだろうなって思ってる人も少なくないと思うんですけど、 AC ってアーリーキャットの略になってます。アーリーキャットって何って思う人もいると思うんですけど、まあね、日本だとちょっとあんまり見かけないあれですけど、海外の結構メッセンジャーカルチャーとかだとよくあるストリートレースですね。チェックポイントレースって言ったらすごく分かりやすいかな。去年日本の横浜で行われてた CMWC みたいなチェックポイントレースですねのストリートで行うレースなんですけど、そういうストリートでもバキッと走れるし、あとは個人的に結構熱いなと思ったのが、AC がストリートでもちろん開発されてたっていうのもあるけど、クリティリウムっていうレースでもテストされてて、プロのライダーが乗ったりとか、マッシュって今ストリートライダーだけじゃなくてプロのロード選手とかもいるんですけど、彼らのフィードバックもありつつ作られて、その AC1 から2、3、4とどんどんアップデートされながらここまで来てるっていうのが、かなりフレームとしてはだいぶ熱いバックボーンがあります。で、そんなバイクに、ストリートの要素と、あと足回りは結構軽量で走れるパーツを入れたいなっていうので、フィルトのプロトラックハブを使ったで、かつ僕最近好きがちなんですけど、このフロント20で後ろが24っていうね、この結構スポークが少なくて新鮮な感じだと思うんですけど、こういう感じで組んでます。で、スポークが少ないからって言って別にその強度心配だなって思う方もいると思うんですけど、しっかり手組みで組んでますんで、かつね、ちょっとスポークこだわったりとか、ブログにもちょっとホイールのこと載ってたりするんですけど、スポークもストレートスポークっていうのとバテッドスポークっていうのがあったりとか、その辺をうまく使い分けて頑丈なホイールに仕上げてるんで、走りと耐久性もバッチリって感じの、この AC のそのストリートとレースっていうこの側面、二面性あるところをこう表現したつもりになってます。で、足回りはもう定番の杉の75競輪のクランクですね。指のクランクに R のチェーンリングをセットアップしています。で、このすごくアートが目を引くこのフォークなんですけど、フレーム同色になってるんですけど、これフルカーボンのフォークになってます。このフォークが結構激圧フォークで、この AC のために型から作られたっていうカーボンフォークになってます。で、何が珍しいかというと、オフセットって言ってフォークのこの角度ですかね。簡単に角度って言っちゃうんですけど、そのオフセット量が 30mm って言われてて、結構攻めてる設計になってます。で、なかなか既製品だとその 30mm オフセットってなかなかないんですけど、それをオフセット量でこの
マッシュのフレームに合わせてオリジナルで作ったそうです。で、初期型の AC1 と違うのがちょっとクリアランスが広くなってます。ちょっとこの写真だとあんまりわからないんですけど、これタイヤがね 728C 入ってるんですけど、ぶっちゃけまだ入ります。ちょっと太いタイヤが入るように、 AC1 の時は 28MAX だったんですけど、昨今のレーシングバイクって結構タイヤ太かったりするんですよ。ロードバイクも 30mm とか全然普通だし、トラックのクリテリウム走るバイクとかもチューブレスでちょっと太めみたいな感じで、あとどんどんそのレースシーンだとカーボンリム使ったりするんですけど、カーボンのリムも幅が広くて、それに太いタイヤが入っててみたいな感じにも対応してるような、なんでそのマッシュスチールとかがこう太いタイヤ履いてオフロード走るっていうのとはちょっとまた別な考え方で、太いタイヤが入るようになってるっていうのが個人的にはだいぶ熱いなっていう風に解釈してて、なんでクリテリウムでも調子よく走れるし、ちょっとブロックタイヤとかも言ったら走けちゃうかもしれないんで、 32C とかだったらそういう使い方もこのバイクでできちゃうし、実際にもう納車したお客様とかでなんとこのバイクでシクロクロス走っちゃってるみたいな方がいたりとか、ぶっちゃけそういう使い方するバイクじゃないんですけど、幅が広がってるっていうね、ちょっと独特なトラックバイクへと変貌を遂げております。で、またちょっと写真を変えまして、トラックフレームなんで、最初はこれブレーキの穴が開いてないんですけど、ちゃんとブレーキを取り付けできるようにこの穴が開いてます、実は。で、表側もともとは塞がってるんですけど、もうすでに下穴が開いてて開けられるようになってます。なんでトラックフレームの海外の規格のやつとかってもトラック走ることしか考えてないんで、ブレーキ本当につけられなかったりするんですけど、ロードの練習とかで使えたりとか、あとストリートで使ったりとかするように、こういった気の利いた仕様になってます。あとちなみに後ろもこれ多分世界初の仕様だと思うんですけど、ブリッジがもう埋められてるんですけど、アルミでも埋まってるんですけど、ドリルするとちゃんと下穴が開いててブレーキがつけられるようになってるっていう仕組みになってます。僕はそれもあって AC 今もう1乗って5、6年とか経ってると思うんですけど、 AC に乗り換えたきっかけはそのブレーキがちゃんと綺麗につくっていうのもあったので、 AC シリーズの結構特徴的な部分だと思います。はい。で、今回のテーマなんですけど、しっかりストリートを走れるバイク、ちょっと軽量感も意識しつつですけど、ドロップハンドルでちょっと組もうかなと思ったんですけど、やっぱりストリートでこの手のバイク、特にマッシュのバイクとかはめちゃめちゃ動かすの楽しいんで、やっぱり今回もフラットバーで組んじゃいました。やっぱね、このシルエットがいいし、あと、ね、この何ですか、街中を走ってる時の爽快感がこっちの方が、このスピード感はやっぱドロップハンドルの方がありますけど、フラットバーのコントロールしてる感じはやっぱ楽しいので、おすすめはこういうセットアップがいいと思います。で、これも AC シリーズ初代の AC1 にはなかったんですけど、このボトルケージダーボがついてるんでドリンクつけられます。なのでさっきも言ったようにロード的な使い方もできるような感じになってるんで、個人的にはぶっちゃけちょっと AC1 から乗せ替えたいなって気持ちもありつつ、 AC1 も好きなんで多分乗せ替えないとは思うんですけど、こんな仕様になってます。ただやっぱこの今回の AC4 組んで試走したりとかして、やっぱ久々にこのアルミフレームめちゃめちゃよく走るし、なんかこう走りに特化した感じもいいなと思って、全然このバイクチェックに話関係ないんですけど、アストラルのカーボンリムブレーキ用のリムがあるんですけど、カーボンリムちょっとね、僕頼んじゃいました。今オーダー中です。すごい今楽しみパーツの一つですね。それが来たらホイール組み替えて、今 AC1 も僕復活させてるんですけど、それに入れてちょっと走るように変えたいなと思ってるんで、この感じね、この感じですよね。このほんとストリートバイクだなって感じのこの佇まいがすごい好きですね。これうちのオンラインストアスタッフのサプライさんに撮ってもらったんですけど、夕方にあえて撮ってもらって、この写真めちゃめちゃかっこいいやん。ちょっとあんまり言葉が出てこなくなっちゃったんですけど、かっこいい。結構引きで見てもかっこいいんですけど、こういうチェーンステーの裏側とかにもアート入ってて、
結構見どころもあったり、そう結構リアバック先シンプルって言ったんですけど、これ内側にこういうアートが入ってたりします。なんで結構もはや一アート作品みたいな側面がこのフレームってあるんで、毎回色物は気になっちゃいますね。で今回5色展開でスモークカラーとか、あとローフィニッシュで結構落ち着いた感じで組みやすいのもあるんですけど、結構個人的にはグレーのこの同じ柄ですけど、グレーとパープルとオレンジグリーンのやつ、この3種類は結構いいなぁと思ってます。あと初代の AC1 から続いてるのはこのちょっとこの写真見づらいですけど、エンドにオリジナルでメモリがレーザーで刻まれてるエンドが採用されてて、それが結構細かいですけど個人的にお気に入りポイント。これはずっと初代から続いてるディテールなんですごく好きです。あとこの BB 裏のデカール、これも初代からずっと続いてるんですけど、こういう見えないところにもこういったアートワークが落とし込まれてて、なんか本当に毎回マッシュはいいよなって思っちゃうんですね。なんか毎回本当にマッシュに食らわせられ続けてちょっと悔しいっていうね、こういうところなんですよ。見えないのにっていう。ほい、もう一回全体像に戻ってきました。もう何回もフリッカーのバイクチェックやってるんですけど、お客さんの、のバイクとかだったら結構どういう風に乗りたいとか、こういう風に今後していきたいっていうそのテーマがあったりとか、一緒にセッションしながら組んでいった作品になるんで、なんていうんですか、その一台一台面白いエピソードとかあるんですけど、ちょっとね、今回のこのマッシュに関しては僕がもう本当に好きっていう気持ちでなんか組んじゃったバイクなんで、なんだろうな、本当に語彙力が結構動画として成り立ってるのかわかんないけど、とにかくちょっとかっこいいなっていうのだけ見てくださってる方には伝わってくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。はい、ちょっとまたフリッカーバイチェックすると思うんで、その時はよろしくお願いします。りょうこのトミでした。ありがとうございました。